おだすこちこもまポテトでちょもてたぶせけてきてなと同じよろしくお願いいたします。今日はですね、クリロナの固有についてやっていきたいなと思います。すいません。ちょっと朝ね、5時なんで、ちょっと声めちゃめちゃ抑えめなんですけども、やっていきたいなと思います。今ね、こういってビッグタイムのね、クリスチャーノ・ロナウドについてなんですけども、こちらの、固有モーションとか、そういったところについてね、今回は調べてきましたんで、この報告をね、一旦していきたいなと思います。これ一本で全てが終わるかつそうではないと思うんですけど、ある程度報告できるかなと思いますので、やっていきたいなと思います。皆さん、クリロナ使ってますか？結構使用感とかね、いろいろ人によってね、サーバーはもちろんあるとは思うんですけども、個人的にはだいぶね、いいなと思ってるし、敵にしてもね、やっぱ強いなって思っちゃう瞬間いっぱいあるんですけどね。その中でですね、いろんな使っていて、あれこれってスキルついてないのに、なんかこういうスキルついてるのかなとかね、いろいろ思う部分もあったりするんで、そういったところをね、今日はね、やっていきたいなと思います。で、ぜひね、今回の動画ではですね、全てを網羅するというよりは、この辺がまず分かってますよって報告をしていきたいなと思いますから、皆さんの中でこれもじゃねとかあれもじゃねとかあればですね、ぜひコメントでいただきたいなと思います。で、ぜひね、これ X でも言ったんですけど、自分がそう思う、根拠的な動画っていうんですかね、自分のプレイしてる動画みたいなのがあればね、ぜひいただけたらなと、見せてもらいたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、ということでやっていきましょう。今回はですね、大手が来て3つお話ししていきたいなと思います。1つ目はドリブル。そして2つ目はキックモーション。そして3つ目は、ちょっと特殊スキルみたいなところをやっていきたいなと思います。で、今回の検証に関してはですね、選手を2人、クイロナとプラスで2人ね、見ていきたいなと思います。ドルベア、そしてあとはエンボロですね。この2人を使っていきたいなと思います。能力も出しておきますが、基本的には同じようにしていきました。187センチで、体重もできるだけ同じようにしていて、で、ドルベアに関しては全く同じかな。で、足の長さに関してもドルベアとクイロナは同じ。で、エンボロだけちょっと長いかなって感じになっていますが、基本的には合っている状態なので、ドルベアとかもね、なのでスペック的にはもうほぼクイロナと同じという状態なんですけど、この状態で、見ていきたいなと、どう変わっていくのか、これを見ていきたいなと思います。ドリブルとキックモーション、ここに関しては iPad 側にですね、もう動きを記憶させてやっていると。記憶させた上で比較していますよということだけ知っておいてください。さあ、ということでまずやっていきましょう。1つ目はドリブルについてです。ドリブルですね。ドリブルのモーションとかも含めて見ていきたいなと思うんですけども、当然のごとくね、知ってる人もいるかなと思うんですが、見ていきましょう。まずはクイロナですね。こんな形で走っていきますよというところで、クリロナのやっぱこの姿勢ですかね。これがすごく分かりやすいところかなとは思っていますよというところですかね。なんかやっぱ見てても明らかにちょっとね、背筋が伸びているというかね、ちょっと姿勢が高いというかね、姿勢がいいみたいな感じのイメージはありますよね。で、それに対してまずドルベアですね。こんな感じですね。ちょっとクリオナを見た後だとね、若干なんですけど、前かがみ寄りなのかなっていうような、そんな印象はあるっちゃあるかなっていうところですね。ちなみにエンボロも見ていきましょう。はい。というところで、ここはあんま変わらないですね。はい。というところで、あとは一応ね、時計も一応出してる、タイマーも出してるかなと思うんですけども、これは4秒の何十コマか、1秒間の何十コマかっていうところで見ていきたいなと思います。FPS60 なので、60コマで1秒という計算になっておりますよというところで見ていくんですけど、大体ですね、4秒40コマ、若干前後することもありますが、そのぐらいのスピードでしたよ。ペナルティエリアからハーフラインまでがね、という形なんで、なので、ここに関しては変わりないと。ですね。なのでスピード自体は変わらない。ただモーション自体は明らかに変わっているという形になりました。一応比べておくんですけど、こんな感じで、こうやって見るとね、意外に違い見えにくいなと思ったんですけど、切り抜いてみると、こんな感じでやってみるとですね、このシーンなんかはちょっとこの背中の丸み、あと首のこうこの角度ですね。これが若干まっすぐ寄りというかね、骨盤の角度ですかね。この足と骨盤のこの角度ですかね。ここがなんか若干前かがみ寄りというかね、そんな印象はあるんじゃないかなと思います。エンボロで見てもですね、ここもやっぱこうですね、シャキンって胸あたり見る分かりやすいかもしれないね。シャキーンってなってるところがちょっと丸みを帯びている感じというかね。
なのでこれぐらいの違いはあるよねっていうところですかね。基本的に姿勢が良いっていうような印象ですね。これがプレーの何かに影響するかと言われるとちょっとまだ何とも言えないんですけど、でも姿勢が良いということが分かると。実際使ってても分かるよね。こう一瞬で分かるというかね、敵が操作してても、これクリオナだなとか分かるような、そんな印象ありますよね。ちなみにで言うと、フィーゴとかも固有ではあるんですけど、フィーゴとか逆にもうちょっと前かがみになったりしますね。なので、その辺の違いはあるよと。ただ、スピード自体は変わらないよというところは知っておくと良いかなと思いますかね。次です。次はキックモーション見ていきます。これもね、以前もやってるようなやつにはなるんですが、iPad にね、動きを記録させて、低速ドリブルしてからのシュート。で最小の、単位でシュートをしていくという形になってきます。これでね、このシュートモーション、蹴るまでのね、ボールが押されてから蹴るまでの時間をちょっと測ってきましたよ。で、ドルベア、エンボロ、この辺はですね、最高で18コマ、19コマとか、そんぐらいになっていました。これは過去の検証でもこれぐらいだったんで、ここは妥当かなと。で、遅くても24コマとか、それぐらいかなってなってましたよ、ということですね。で、クリロナを見ていくんですけど、クリロナのね、キックモーション、やっぱこのね、特有のこのキックモーションね、これ速くなるのかなと思って見てきたんですけど、スピード自体はね、あんま変わんなかったですね。結果だけ先に言っちゃうと。いずれもやっぱ19コマ。決定力が結構低めではあるんで、これ、前回の検証でもやっていたので、決定力88を超えるとね、ちょっと速くなるんですけど、今回で言うと、19コマ、妥当のね、数字になっていたという形ですね。ただ何が違うかって話になっていくんですけど、一応そこも話しておきたいんですけど、通常はですね、キックモーション主に2種類あります。1つ目はこういう、わかりますかね、この蹴った後に、右足でね、軽くこう着地するというかね、すぐ両足着地できるような状態。もう一つがこれですね。蹴った後にわかりますかね、この左足を高く上げて着地するようなイメージ。この2種類あります。これはドルベアも同じですね。で、これがクイロナについては、この高く足を上げるこっちのパターンはあるんですけど、このパターン、これがですね、ないです。これがクリロナ固有のこれです。これになってます。蹴った後、すぐ着地。これですね。これがクリロナ特有になってますね。なんか見た目早い感じするんですけどね。実際は蹴るまでの時間はそこまで変わっていないという形になりましたね。もちろん敵がいたりとか、敵がいる状態とかプレッシャーがある状態とかでもしかしたら変わるかもしれないんですけど、現状の検証結果ではまだ変わりが見つかっていないという形になります。ただこのモーション自体はかっこいいからね、いいよね、これね。その時のボールの位置とか、あとはね、体の角度かな、あとゴールに対しての角度とかによってもちょっと変わってきたりはするんですけど、この2種類が使われていくというような形になってきました。で、シュートモーションに関してはそんな変わんなかったですよということですね。ここは知っておくと良いかなと思います。ただこれができるだけでもね、かなりいいかなと思います。これはインパクトシュートとかでも同じでしたね。この2種類がありますよという形です。2つ比べてもね、こんな感じになってますよということですね。この違いですよね。はい。そんな感じになってますよと。どっちのがかっこいいかって言われたら絶対クリロナのモーションの方がかっこいいですね。はい。だからこれがもしかしたらですけど、ダブルタッチからのシュートとかね、そういうなんか別の要素が入ってきた時に変わるっていう可能性は大いにあるという形になってます。そして最後ですね、スキル。ここちょっといろいろ憶測というか、いろいろコメントでもいただいてはいるんですけど、なかなかね、まだちょっと確定的なところでは言えるのがまだね、一つしかないんですけど、ちょっとこれね、皆さんの中で特に、これもじゃないとかあったらぜひね、コメントで教えてほしいなと思ってるんですけど、まずとりあえず今回ね、分かってること、これはね、通常のクリロナでも出るのかもしれないんですけど、ノールックパスですね。厳密にノールックパスと言っていいのかという感じはありますが、クリロナや固有でついてますかね。はい。どういうものかというとですね、通常はこんな感じ。これドルベアとかね、こんな感じ。パスしててもこんな感じになりますよね。で、これクリロナの場合ですね。はい。これですね。わかりますか？もう完全に逆向いて、これノールックパスですね。これよくやりますよね。クリロナがよくやるやつ。右足で一回ボール止めて、逆足でこうね、蹴るやつですね。これ全部違うシーンですからね。これ今やってんの。これ簡単に出ます。結構簡単に出ます。右足、逆足でももちろん出ます。右足でも出ますよという感じになります。はい。そんな形で、これがね、クリロナの固有のものになっておりますね。
なのでこれノールックパスではあるんですけど、固有のノールックパスっていうイメージかな。通常ね、ノールックパス持ってると、これじゃないやつが出るはずなんですよね。普通のパスモーションなんだけど、顔がね、逆向いてるみたいな感じになるんで、これはまたクイロナにしか多分基本的にはできないやつなのかなと思います。もしかしたら他にも何人かいるのかもしれないけど、そんな形になっているという形ですね。ここは一つ言えるかなと思います。これでもいいよね。これ面白いなと思いましたね。なんかドリブルとかしてる時のこの進行方向に対して斜め前から真横だとね、ちょっと出にくかった印象があるんで、私斜め前、斜め横ぐらいのところにパスをこうしていくと、こういうことをよくね、やったりしてくれますね。ここが確定で言いますよということですね。でね、あとはちょっといろいろどうですか、皆さんにこれ逆に聞きたいんですよね。これスキルついてるでしょとかあればね、ぜひ聞きたいなと思ってます。ちょっとヒールトリックとかついてるのかなと思って、このモーションするもんだから、このなんかかかとと言っていいのか分かんないけど、パスするの見てるんで、ちょっとヒールトリックとかないのかなと思ってね、やってみたんですけど、これね、なんかね、割とね、ヒールトリックうめえなと思ったんですよね。ただ、これね、ドルベアとかでやってみたんですけど、もちろんみんなヒールトリックついてないんですけど、意外にうまいなみたいなみんな。なのでここはちょっと何とも言えないなみたいな。あっても驚かないけど、ないと言われてもそうかというしか言えないっていう感じですかね。ちょっと現状はごめんなさい、まだわかんないなっていう感じですかね、ここに関しては。あとなんかいろいろ聞くね、スルーパスとかね、フェノミナルパスとか、なんか背中トラップとかも聞いたなって感じなんですけど、背中トラップはね、なんかね、これ背中トラップじゃねとか言って勝手に俺が思ったやつありますけど、ちょっと怪しいね。よく見ると怪しいなと思ったりするんですけど、でもそういったところでなんかね、いろいろありそうな気がしました。そうやって見るとね、なんか確かになんかパスうまいなとかね、ちょっとね、ぜひ皆さんの中での疑惑とかあったらね、コメントで教えてほしいなと思います。あとはね、動画ある方はぜひね、X でリプでも何でもいただけたらなと思ってますので、よろしくお願いします。ちょっと検証の参考にさせていただきたいな。もちろんその動画で判断するってことではなくて、やっぱスルーパスついてますよみたいな感じで見せていただいて、そしたら、これスルーパスか、じゃあちょっといろんな角度でやってみようかとかで、これ検証の参考にさせていただきたいなと思ってますから、ちょっとぜひね、あったらコメント教えてほしいなと思います。ざっとね、いろいろ話しちゃったんですけども、ということで今日はね、一回の結論にいきたいなと思います。クリロナは固有のドリブル、固有のキックモーション、そして固有のノールックパスがついてるとします。はい、ということでね、いろいろ見ていただきました。バーっとね、結果だけ、皆さんに結論だけ今日はね、お渡しするような形になっているかなと思うんですけども、いかがだったでしょうか。基本的にはね、ドリブルのモーション、そしてキックモーションが変わりますよ。そしてあとね、特殊のなんかノールックパスみたいなのがついてますよ、みたいな感じでしたね。ただ直接的にめちゃめちゃ変わるかと言われると、そうではないかなっていう感じですね。数字だけ見るとね。なのでスピードが変わるとか、キックモーションが速くなるとか、そういうことではなさそうな感じはしました。こういうキックモーションとか、こういうのね、ドリブルとかで、若干の影響はあり得るかなっていうところですかね。他にもいろいろ選手いると思うんですけど、今回がね、久保君とかネイマールがね、特殊のモーションがついてたりとかね、しましたけど、そこまで決定力そんなには変わらないよみたいなね、ところもあったと思うんで、それと同じような感覚なのかなとは思っておりますよということですね。ただ影響がゼロではないかもしれないですよね。若干ね、こう、ボールタッチしやすいとか、フェイントしやすい、キックモーションに入りやすいとかね、もしかしたらあるかもしれませんので、その辺はまたね、分かったら動画にしていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。でもこうやってね、見ていくと面白いですね。やっぱ固有でこうやってやってくれると嬉しいよね。結構やっぱかっこいいなと思うし、使っててね、楽しくなるね。やっぱ無駄にこう、クリロナに渡したくなったりするからね。なのでこの辺はね、ぜひ参考にしてみてください。ということで、この動画良かったら参考になった面白かったなと思った方ですね、こういうチャンネル登録してあげると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後ね、雑談だけしていきたいなと思います。実際使用感どうですか皆さん。個人的にはかなりいいなと思いながら使ってますね。使いやすいなと思いながら。フリットみたいなね、こう何でもできる感じもありつつ、ちゃんとね、ベイルみたいな豪快さも持ってるような、そんな感覚なんですよね。個人的にはね。ちょっとある程度はね、使っていきそうな気がしてますかね。なんとなくね、この今、ペレとの相性がすごくいいんじゃないかみたいな感覚がちょっと使ってたりしますかね。このペレにはなかった豪快さみたいな部分を、持ち合わせたりするんで、あとはライブレじゃないところとかね、そういうところがあったりするんで、ちょっとね、こう、
例えばフリットとペレとかだとね、若干使いにくさというかね、どっちかライブレだったらよかったなとか思ってた部分もあったりするんで、そういった意味ではこのクイロナが来たことで結構良くなったなと思ってたりはしますかね。はい、というところでしょうか。皆さんのね、使用感もあったらぜひ教えてくださいね。ということで今日はこれで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。